これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。封鎖された病院のフロア。体験者 C さん、30代女性。私はある病院のワンフロアが不自然にベニヤ板で遮られ、中に入れなくなってるのを見たことがあります。これは2021年、私がある病気で手術をすることになり、入院した時の話です。命に関わるような病気ではなかったので気楽だったのですが、それでも手術中は何があるかわかりませんし、生まれて初めての入院と手術でしたので、少し不安もありました。入院することが決まった時、自分はどのあたりに入るんだろうと思い、病院の案内板を見ると、A棟と B棟という2つの建物が廊下を挟んでつながっていることがわかりました。10階以上ある大きな病院で、どちらの棟もあるフロアから上が入院病棟で、そこから下は外来となっています。私はその入院病棟のフロアと外来の間にあるワンフロアに目が行きました。ここ、ワンフロア丸ごと図書室なの？A棟のとある階だけ自販機コーナー、図書室としか書いていなかったのです。それ以外の階は内科、受付など文字がびっしり書いてあるのに対して、案内板を見る限りこの階だけ図書室しかないようなんです。まあそんなに広い図書室があるなら入院中も退屈しないな。そう思いました。入院1日目。私の病室は案内板で見た図書室の一つ上の階でした。手術は翌日の朝からだったので、お昼に入院して荷物を整理し終えると暇になってしまい、私は早速図書室に行ってみることにしたんです。看護師さんに行き方を聞くと、図書室にはエレベーターでは行けないんですよ。階段で降りてください。そう言われ、私は案内された防火扉を開け、階段を降りていきました。1階分だけ降りて防火扉を開けた私の第一印象は、ここ、暗いな、でした。中はというと、扉の正面にトイレがあって、右手には自動販売機が2台。食べ物も売っていたので、お腹が空いたらここで買えるな、と思いました。左手にこの字型に並んだ本棚の一角があり、こじんまりとしたその場所が図書室と呼ばれるものでした。入院患者が置いていった本が300冊ほどあるそうで、気に入った本はご自由にお持ち帰りくださいという張り紙がしてあります。丸椅子があり、その場で読めるようにもなっていました。この時は他にも入院患者が2人いて本を読んでいました。私も何冊か借りて上の病室に戻りました。翌日、無事手術を終えました。術後は本を読む余裕もないまま
日が過ぎて、あっという間に退院する予定の6日目。借りていた本を返すため、慌てて私はまた図書室の階に降りたんです。そして、防火扉を開けた瞬間、思いました。ここ、なんか変だな。というのも、手術の後、お医者さんに、リハビリのために病棟の廊下を歩き回ってください。と言われて、私は毎日入院しているフロアをぐるぐる歩いていました。このフロアには大きな窓のある明るい談話室があって、真ん中にはナースステーションがあり、その周りを囲むように病室が並んでいます。フロア全体を使った広い作りです。それに比べて一つ下の図書室のある階。ここはあまりにも狭すぎます。窓が一つもなく、フロアの大部分がベニヤ板で囲われていて、空間が仕切られているのです。本来あるはずの窓はすべてベニヤ板の向こう側なんでしょう。フロア全体の4分の1も使われていないように思えます。ナースステーションらしきものもありましたが、腰くらいの高さのカウンターはそのままで、そこから上がベニヤ板で封鎖されています。ここ、もともとは上と同じ病棟だったんじゃないの？感染症が流行していた時期とはいえ、病院なのにエレベーターで来れないのもおかしいし、封鎖のされ方からして、どうやら B 棟ともつながっていないようです。この階の出入り口は、あの防火扉、たった1枚だけ。気づいてしまうと、薄暗いこの場所が怖くなってきました。早く本を返して戻ろう。そう思ったのですが、このタイミングで私はどうしてもトイレに行きたくなってしまったんです。しかも、こういう時に限って私の他に誰もいません。トイレの扉は引き戸で、曇りガラスの窓がついているタイプ。中の電気は消えています。何も考えないようにしてスイッチをつけ、引き戸の中に入りました。古いタイプのタイルが敷かれた昔ながらのトイレ。電気をつけたのに薄暗く、すごく嫌な感じがするんです。ここに入るのはちょっと嫌だな。用を足すのを諦め、外に出ようと振り返った瞬間、曇りガラスの向こうを人影が横切りました。あ、よかった。ほっとした私はトイレの外に出たのですが、誰もいなかったんです。誰かが出入りするには、あの防火扉を使わなければなりません。重い金属の扉ですから、開け閉めすれば必ず音がします。でも、扉の音は聞こえませんでした。私は自分の病室に逃げ帰り、その日に退院しました。今も半年に1回、私は手術の経過観察であの病院に通っています。
ただ、外来の看護師さんは、当時の入院病棟とは別の方たちですし、当時の主治医ももう病院を辞めてしまいました。あの階のことを聞ける人はいません。外から病院を見上げると、他の階の窓はカーテンが開いたり閉まったりしてるのがわかります。でも、あの階だけはカーテンすらかかっていないように見えるんです。行くたびにあの案内板を確認してしまいます。今も変わらずあの階は治安機構な図書室のままです。怪談朗読イベントをやります。動画概要欄の URL から詳細の確認、チケット購入ができます。皆様のご来場お待ちしております。よろしくお願いいたします。そして、あなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーをプレゼントしています。8月は鹿児島、9月は東京でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。オルゴール。体験者 N さん、30代男性。僕はある海沿いの町で生まれ育ちました。この町と隣の市をつなぐ一本道の道路があるんですが、その途中にある海岸線は心霊スポットとして有名なんです。その道の片側は山がそびえ立っていて、急な斜面が迫っています。反対側のガードレールのすぐ下が断崖絶壁の海。落ちたらまず助からない高さです。走り屋が峠を攻めるようなコースになっていて、とにかく事故が多い。ガードレールを突き破って海に落ちて、バイクは回収できたけれど、遺体は見つからない。なんていう話も聞きました。それに、海に身を投げる人も多いのだそうです。実際行ったことはなくても、地元の人間なら良くない噂を聞いたことがある。そんな場所なんです。この心霊スポットで僕が17歳の時にこんな体験をしました。当時高校生だった僕は過激な音楽にはまってしまい、音楽で飯を食うんだと言って高校を自主退学しました。そんな状態で実家にいると、いつまで夢見てるのと母に怒られるので、僕は家を出たんです。昼にバイトをしながら、夜はバンド活動をしていました。そんな生活を続ける中、僕に M ちゃんという気になる女の子ができたんです。気になっているというだけでただの友達ですので、どこかに誘って遊びたいけどきっかけがない。そこで思いついたのが心霊スポットでした。こういう場所に行くなら夜だろうし、出かける口実にもなる。17歳の僕はこれが一番の明暗だと思ったんですよね。でも僕はバイクの免許しか持っていませんでした。廃墟や廃病院みたいな場所に
バイクで行くのは道中が険しくて危ない。そこで当時仲良くさせてもらっていた2歳年上の T さんに車を出してもらうことにしました。T さんは別のバンドのボーカルを担当していて、バンド活動で仲良くなった人です。T さんに、車は出してやるけど、どこに行くのと聞かれ、僕がパッと思いついたのは、海岸線沿いの心霊スポットでした。ただ当時の僕は、この心霊スポットについて、事故や身投げが多いというざっくりとした噂しか知らなかったんです。あとは海岸線沿いを走っていると短いトンネルが出てきて、そこを抜けると海へつながる横道が出てくるということくらい。僕はその道を降りた先に何があるのかは知りませんでした。だから M ちゃんを誘うときに作り話をしたんです。横道を降りた先に建物があってね、その建物で幽霊が出るんだよ。そしたら M ちゃん、大丈夫？怖いんだけど。私、実はちょっと霊感あるよ。なんて言うんです。まあ僕は幽霊なんて信じていなかったので、気持ち悪くなったらすぐ帰ればいいっしょ。とか言って彼女を強引に誘い出しました。建物があるかどうかなんてどうでもよかったんです。なければ壊されちゃったんだね。とでも言えば何とでもなる。僕はただ M ちゃんと一緒にいられればよかったんです。実際に向かったのは8月の半ば頃だったと思います。夜中の2時に地元を出発しました。運転席に T さん、助手席に T さんの彼女、後部座席に僕と M ちゃんが座りました。道すがらコンビニに寄っておのおの飲み物を買いました。そして海岸線を走っていきます。短いトンネルを抜けて例の横道が出てきました。僕も初めて通る道です。ヘッドライトを頼りにゆっくり降りていくと、緩やかな左カーブになっていました。右側はガードレールで、その下は海。左側はほぼ垂直のコンクリートの壁でした。そのまま下っていくと、本当に建物があったんです。2階がガラス張りになっていて、1階は普通に玄関のある家のように見えます。昔は小さいレストランとかだったのかな、なんて思いました。徐々に下っていき、ヘッドライトの光が2階のガラスと同じ高さになりました。すると、2階のガラスの向こうに立っている人のシルエットが見えたんです。人、いるじゃん。僕が言うとみんなも、本当だ、と驚いています。男性か女性かはわかりません。同じように肝試しに来た誰かが先に中に入っていて、後ろから懐中電灯か
何かで照らされて、ああいうシルエットに見えてんのかな。そんなことを考えながら建物に到着したとき、シルエットがパッと消えてしまいました。あ、警察だと思って明かりを消しちゃったのかな。でも、おかしい。駐車場に車が一台も止まっていません。こんな場所まで歩いてくる人間がいるはずもありません。それどころか建物は入り口をバリケードのようなものでぐるぐる巻きにされています。どうやって中に入ったんだ。僕は大きな声で呼びかけました。誰かいるんですか？警察じゃないですよ。波の音しか聞こえず、気色悪いなと思って、僕は M ちゃんに尋ねました。ねえ、何か感じる？霊感あるって言ってたけど。寒い。もう帰りたい。寒い。その様子を見て初めて、もしかして俺らやばいものを見たってなって、みんなで急いで車に乗り込みました。そして T さんがエンジンをかけてヘッドライトの明かりがついたその瞬間、ライトの先に白いワンピースを着たものすごく背の高い女が立っていました。道路脇のカーブミラーと同じくらいの高さ、おそらく2メートル以上。こちらに背を向けた状態でした。何？あの人。白い大きい女の人がいる。僕が言うとみんなも本当だと言いました。さらに不思議なことに後ろ姿しか見ていないのに、この時僕はなぜかこう思ったのです。オルゴールを持った女の人だ。オルゴールなんて見えていないのに。少し先を歩く女は僕らが下ってきた坂道をとことこと登っていきます。T さん、追いかけてよ。あ、だよな。車で坂を登りきると、トンネルの手前にたどり着いてしまいました。誰もいません。ありえない。絶対に生きた人間だと断言できるくらい、はっきり見えたのに。トンネルの手前で車を止めて、中で話をしていると、今度は T さんがぽつりと言いました。なんか、寒くね？そのまま震え出し、それが止まらなくなって、顔がどんどん真っ白になっていきました。T さんの彼女も下を向いたまま、寒いね。寒いもんね。寒いね。と繰り返しています。異様な光景でしたが、車の免許を持っていない僕は何もすることができません。T さん、しっかりしてよ。とりあえず、
さっきのコンビニまで走ってくれない？そこで一回休憩しましょう。運転できますか？いや、寒い。けど、帰らないとな。帰りたいもんな。行こう、行こう。頑張る、頑張る、頑張る、頑張る。怖すぎる。M ちゃんの方を見ると、T さんの後頭部を無言でじーっと見つめています。おい、M ちゃんもちょっと T さんのことを介抱しろよ。何も答えません。ただ T さんの後頭部をずっと見てるだけ。おかしなことに、こんな状況で僕だけがどんどん冷静になっていく感覚がある。T さん、帰りましょう。行こう、行こう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。呪文みたいにブツブツ言いながら T さんは車を出しました。ハンドルを持つ手は震えています。ここでハンドルを切り損ねたら崖から海に落ちてしまう。僕は後ろから身を乗り出してハンドルに手を添えて補助しながら走りました。そうしてなんとかさっきのコンビニまで戻ってきたんです。T さんはまだ寒い、寒いと言っていて、M ちゃんは相変わらず T さんの後頭部を見つめたまま。とりあえず俺、外出るわ。僕は飛び出て一人で店に入りました。みんながあんまり寒い寒いって言うもんだから僕まで寒くなったのでおでんを買いました。当時そこのコンビニは夏でもおでんを売っていたんです。戻るとみんな外に出て車の後ろで普通に喋っていました。みんな大丈夫？意識ある？心配して声をかけた僕に返ってきた言葉はこうでした。お前、こんなクソ暑いのに何おでん買ってんの？は？みんなが寒いって言うからおでん買ってきたんだろ？何言ってんだ？そして T さんが言いました。とりあえず早く行こうぜ。行くってどこに？帰るってこと？これから肝試しに行くんだろう。全員、あの心霊スポットに行ったことを忘れてしまっていたのです。今夜、何があったのか。いくら説明をしても、三人とも今日、初めてこのコンビニに寄ったと思っています。お前らおかしいよ。絶対取り憑かれてる。お祓い行った方がいいって。結局、この後、僕は M ちゃんと付き合えることもなく、T さんともあの夜を最後に会っていません。そして、この話にはまだ続きがあります。その後、僕は20歳の時、
父について県外へ引っ越したんですが、数年後の正月、弟に会うために久しぶりに地元へ帰りました。思い出話で盛り上がっていると、弟がおもむろに言ったんです。そういえば、兄ちゃんが心霊スポットで体験したって言ってた話、覚えてる？オルゴールを持った白いワンピースの女のやつ。覚えてるよ。俺は二度とあそこには行かない。俺も怖い話好きだからさ、あの場所について調べてみたんだよね。え、どうだった？兄ちゃん、自分の携帯で調べてみて。言われるがまま、携帯を取り出して、心霊スポットの名前と白いワンピースという言葉で検索してみました。すると、全国の心霊スポットの体験談を投稿するサイトが出てきて、こんなことが書かれていたんです。この場所は白いワンピースを着てオルゴールを持った少女の霊が現れ、通行者に手を振り、それに誘われるように事故が多発する。僕は17歳の時、この噂を知りませんでした。それなのに僕はあの夜に見た女をオルゴールを持った女の人と言い続けていたんです。弟はそれを覚えていました。みんなが見てしまってるものを自分も見たのかと思い、本当にゾーッとしました。これがきっかけで僕は幽霊を信じるようになりました。一番上の手。体験者 F さん、20代女性。これは私が小学生の時の話です。当時、家族ぐるみで仲の良かった友人の家族と地元の山にある古いキャンプ場へ2泊3日のキャンプに行きました。私の家も含めて全部で3家族。どの家にも子供が3人ずついて、小学校低学年だった私が一番の年下。上は高校生までいました。そこは高い木に囲まれ、日中でも薄暗い場所で、近くに川が流れてるせいか、とにかくジメジメしていました。昼間は虫取りやかくれんぼをして、夜は大人たちが晩酌をしている間、子供はバーベキューに参加したり、テントに集まって遊ぶ。そんなキャンプの初日の夜に少し変なことが起こりました。バーベキューをしていると、遠くから名前を呼ぶ声が聞こえてきたんです。サナー、サナー。か細い声で男の人なのか女の人なのかもわかりません。確かにこの中にサナちゃんはいます。呼ばれているサナちゃん本人は大人たちの横で私と一緒にお肉を焼いていました。テントの方にいる誰かがサナちゃんに用事でもあるのか。しばらくして大人たちがざわつき始めたので、
私とサナちゃんは二人でテントへ向かいました。そこで遊んでいた子たちは、呼んでいないと口を揃えて言います。じゃあこの声はどこから聞こえてくるんだろう。耳を澄ませてみました。ねえ、これトイレの方からじゃない？確かに女子トイレの奥の方から聞こえてくるように思えます。少し離れた場所にあるそのトイレは街灯も古く薄暗い場所でした。昼間ですら不気味で、中では古い蛍光灯がジジジと音を立てています。子供たちはいつもみんなで連れ立って利用していました。夜はさらに真っ暗なので誰も近づいていません。不審者かもしれないと大人が何人かでトイレを見に行ってくれました。やはりサナーと呼ぶ声はトイレから聞こえました。それなのにドアを開けた瞬間、ピタリと何も聞こえなくなったそうです。中には誰もいませんでした。不思議なこともあるね。考えてもわからないので、そう言ってみんなで寝たんです。二日目の夜、子供全員で大きめのテントに集まりトランプをしました。ぐるっと円になって座り、誕生日という遊びをしていたんです。このゲームは数字の面が見えないようにトランプを円状に並べて一人ずつ一枚取っては真ん中に出していく。その時出てきた数字が参加している誰かの誕生日の月だったら急いで真ん中に手を重ねておくというもの。一番上に手を置いた人が反応が遅かったということで、場に出ているトランプを全部引き取っていって、最後に一番多くカードを持っていた人が負け。そういうゲームです。最初に全員の誕生月を確認し合ってから始めました。この日もしばらく遊んでいると不気味なことが起こりました。誰かの誕生月の数字が場に出て、パン！みんなで慌ててトランプに手を重ねました。次は一番上に手を置いた人がカードを引き取らないといけないのに、いつまで経っても誰も何もしません。え？何してんの？誰の手？みんなで一番上の手を目で辿っていきました。恐ろしいことに誰の手なのかがわかりません。手首から腕まではちゃんと辿れるんです。でも途中でなぜか見失い別の腕を見てしまう。気がつくと辿っていた手の隣の人の腕にたどり着いてしまうのです。しかも何回数えても重ねられた手がこの場にいる子供の数より一本多いんです。大人の手ではありませんでした。私よりも大きい子供の手です。結局
誰の手かわからないまま、なんとなくうやむやになってゲームを続けました。するとまた、誰のものかわからない手が出てきたんです。さっきまで気にしていないふりをしていた中学生や高校生の子たちも、さすがに怖くてパニックになり、みんなで大人のところへ逃げたんですが、全然取り合ってもらえず、その日はみんなで固まって寝ました。3日目、最終日。前日のことがあって、子供たちは寝不足でテンションが低い中、K 君という男の子だけがすごく元気でした。K 君は今回来ていた子供の中でたった一人の男の子。女の子ばかりで遊び方も話も合わない。随分鬱憤が溜まっていたみたいでした。そんな K 君が河原で石を投げて遊んでいると、拳大くらいの大きなヒキガエルが飛んでるのを見つけ、それに向かって石を投げ始めたんです。よくないよ。何人かが止めました。でも K 君はムキになって石を投げつけ、それがカエルに当たり死んでしまいました。他の子供たちに責められ罰が悪くなったのか、K 君はそのままどこかへ行ってしまいました。それでもお昼ご飯を食べたら機嫌が治ったみたいで、午後にはまたやんちゃな遊びを始めました。このキャンプ場の川上にはちょっとした崖があり、親からは危ないから絶対に近づいちゃダメと言われていた場所。K 君は調子に乗ってその一番上に立ったんです。自分はこんなところまで来られるんだと得意げに下を覗き込んだりしていました。下は川で子供一人分ぐらいある大きな岩が転がっています。高さは大人二人分よりもあったと思います。年上の子たちが、落ちるから早くこっち来な、と声をかけた直後、突然、K 君が前に倒れ込むようにして崖から落ちていったのです。頭をぶつけて血まみれで大騒ぎになりました。でも本当に偶然なんですが、別のグループに看護師さんがいて、騒ぎを聞いて駆けつけ、応急手当てをしてもらい、そのまま救急車で運ばれ、大ごとにならずに済みました。一部始終を見ていた子供たちは、カエルの呪いだ、と騒いでいたんですが、私は K 君がずっと上ごとのように繰り返していた言葉を聞いてしまったんです。押された。絶対、人に押された。この言葉がすごく怖かったのを覚えています。後日、K 君は急に後ろから突き飛ばされたと話していたそうです。でもあの日、崖の上には K 君以外誰もいませんでした。
遊ぶと何かが起こるゲーム。体験者 I さん、30代女性。遊んだ人に何かが起こるとネットで噂されているゲームがあります。私もそれを遊んだ一人です。ゲームのジャンルはテーブルトークロールプレイングゲームというものでした。これは普通のテレビゲームとは違って実際の人間同士の会話で話が進んでいきます。例えるなら映画の中に自分たちが入り込むような遊び方です。ネット上でやるときもありますし、実際に人と人とが顔を突き合わせてやるときもあります。このゲームには進行役が一人いて、シナリオがどう進んでいくかを把握しているのは進行役だけ。参加者は進行役と話しながらゴールを目指すんです。例えば進行役が、あなたはコンビニに着きました。まず何をしますかと聞いたとして、参加者は飲み物を買います。など何をするか答えながら話を進めていくんです。進行役はシナリオから大きく脱線しないようにコントロールをしていきます。遊ぶためのシナリオ、いわばお話の台本は販売されていたり、無料で配られていたり、とにかく世の中にたくさんあります。その中に今回私がお話しするシナリオがあったのです。何でも実体験をもとに作られたお話らしく、遊んだ人たちが終わった後に何かが起こるとネットで騒がれていました。これはホラーゲームなのでお化けが出てくるのですが、とにかく死にやすいシナリオで一回じゃクリアできないと言われるほどでした。怖いものが大好きな私はある日遊んでみました。開始は夜の21時。自分の部屋からパソコンで専用のシステムにつないで進行役の方と遊び始めました。噂通り、1回目はお化けに取り憑かれて死にました。でも2回目で何とかクリア。内容はこれまで遊んできた中でトップクラスに怖いシナリオでした。みっちり遊んで終わったのは深夜の1時。進行役の方と、お疲れ様でした。いやー、すごく怖かったです。なんて挨拶をして遊んだ記録を残したり、X に一人目のキャラクターは死んじゃったけど、二人目で無事に生還したよ。とゲームクリアの報告を載せました。あとはパソコンを消して寝るだけという時、部屋の電気がスーッと暗くなっていって消えました。私の部屋の電気は壁のボタンをパチッと押して消すタイプ。明るさをゆっくり調整するような機能はついていません。それなのに、まるでつまみを絞るようにだんだん暗くなっていったのです。真っ暗な部屋に残されたのは私とパソコンの画面の光だけ。あまりの出来事に、はぁと私は思わず静かな悲鳴を漏らしてしまい、
すぐ布団に入りました。ネットで噂されている終わった後怖い目に遭うという話。これは嘘ではありませんでした。はい、どうも皆さんこんばんは、ごま団子です。翔太です。兄弟二人でチャンネルをやっております。はい。まず最初の話は封鎖された病院のフロアという話でした。はい。まあなんともちょっと不気味な話というか、ワンフロア全体が図書室っていう名目ではあるんですけど、案内板のその写真も見せてくれたんだけど、その図書室のフロアの上と下はさ、普通にいっぱい文字書いてあってさ、その図書室のフロアだけさ、本当にその図書室自販機みたいなことしか書いてないんだよね。あ、そうだよね。自販機っていうのも書いてあるんだよね。あ、そう。でもそれしか書いてないからさ、本当に写真見ても、何ですかねこれってなってね。なかなかないよね、そんなフロアね。ねえ。図書館じゃないんだからっていう本当だよね。話ですよね。まあだから会談会の時はそのフロアマップを書いていただいて、だいたいこんな感じでしたっていうのを教えてもらったんですけど、本当にだからその図書室って言ってるけど、でもそのマップを見る感じ、廊下なんだよね、多分ね。あ、そう。廊下と、そのなんか休憩室、談話室にちょっと食い込んでるぐらいのね。そうだよね。談話室にその本棚をめっちゃ置くならわかるよ、まだ。そう。そしたらさ、窓もあって明るいんだよね。そう。でもその談話室もちょっとこう途切れてて、そう。防いじゃって。で、廊下のところにも椅子があったりとか、なんかよくわかんない作りになってんだよね。明らかにおかしいんじゃないかっていう話でしたけどもね。さあ、次のお話はオルゴールでした。はい。まあ、カーブミラーぐらいの、背の女性が出てきたお話でしたけども。2メートルぐらいの幽霊って結構あんまり聞かないから珍しいなと思いましたね。有名な都市伝説のやつならね、あるけどね。ああ、そうだね。実話怪談でそう出てくるのって珍しいよね。裏話がですね、この心霊スポットのネットのね、噂では、少女が事故死したのはトンネルを抜けた先のカーブらしくて、だから N さんたちがね、当日の夜見た女の人が消えてった方向は、一応その噂でね、亡くなったっていう方向に向かってはいる。一応。まあそれが関係あるかどうかはわからないけどね。一本道だから、そのね、車でさ、追っかけろっつって追っかけた後、見失うっていうのがやっぱまあありえないんだよね。ありえないよな。相当そのダッシュでその坂を登ってったとかだったらね、まだね、ダダダダダっていう感じ。おえおえみたいな感じだったらまだわかんないけど、そのとことこ歩いてたっていう感じだから。カーブだからさ、その、車からちょっと見えなくなったぐらいですんごいダッシュしてるってあるかもしれないけどね、もしかしたら。ダッシュしてどこ向かってんだろうな。そのトンネルしかないわけじゃん。ねえ。草むら隠れてるとか。いや。崖だからね、反対側がね。そう。崖側は無理でさ、反対側がさ、結構な急斜面なんだよね。このコンクリでちょっと途中まで舗装されてるというかさ。そこをカカカカって登るのも無理だし。まあ人間じゃないだろうっていう。てか、そんなとこに一人でいる意味もわかんないしな。ねえ、しかも夜中でしょ、夏の。そんなオルゴール持ってさ。めちゃくちゃ怖いことしてるけどね、人間だったら。いや、怖いよ。意味がわからないよね。さあ、そして次のお話は、一番上の手でした。はい。その、一番上にパンってついた手が、こう辿っていくと、隣の人の手になるっていうのが怖いよね。
いや、これ面白いなと思ったんだよね、この話。面白いよな。聞いても聞いてもわかんないんだよ。そうそいくらこの人に聞いてもわかんないんだよ。この人もわかんないから。何が起こってるかみんなわかんないからさ。う。絶対おかしいじゃん、だって。そんな。辿ってったら自然とこう横にずれてっちゃったりとかするってことだよね。辿ってった先で、うん。わかんないけど、お姉ちゃんの腕にいつの間にか目がいってると。それどういうことですかってわかんなくて、俺3回ぐらい聞いたんだけど、全部そういうもう、いや、説明が難しいんですけどって、でも、毎回そういう説明だったから、本当にわけわかんないことが起きてる。本当にわかんないんだろうね。うん。裏話がですね、うん。これ、サナちゃんって呼ばれてたじゃん。で、このサナちゃんは、これ実はね、3家族の中の子ではなくて、別枠で来てた子だと。このお姉ちゃんの友人グループの家族が、そのうちの一つの家族で来てたんだけど、その友人グループの、親戚でたまたま集まりに混ざっていただけ。じゃあ、友人のご家庭でもなくて、その親族の子供なんだね。そう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 。だから普段、この人も会ったことがないっていう。なんでその子の名前が呼ばれたのかもわかんないし、その後は一度も会ってないんですって。このサナちゃんと。で、面白いのが、これサナちゃんって名前って出しても大丈夫なんですかって聞いたら、これ仮名なんで大丈夫ですって言って、もう話すときに仮名にしてくれてた。わざわざね、変えてくださったんだね。そう。おーっつって。だから、この3家族の中で、みんなが関係性深い人間じゃないわけよ、サナちゃんが。確かにな。その中で、この子が呼ばれるっていうことの意味、なんでだろうって。なんか、そのご家族の中であったんじゃないかって、ちょっと思っちゃうよね。なんかあったんかな。まあ、例えばお姉ちゃんがもう亡くなってるとかさ、妹さんが亡くなってるとか。怖いな、それはそれで。さあ、次のお話は、遊ぶと何かが起こるゲームでした。はい。テーブルトークロールプレイングゲームっていう、TRPG のことだよね。知ってる？いや、名前は聞いたことあるんですけど、内容知らんかったっすね。俺全然知らなかったわ。喋りながら進めていくんだよね。まあでも面白そうだよね。いや、面白いんじゃない？ TRPG っていう名前と、なんかわかんないけど、すごい時間かかるっていうのはね、なんか知ってた。そうそうそう。まあゲームにもよるんだろうけど。いや、そうね。まあ大体2時間、3時間かかるっていうものらしいよ。1個。長くて1日かかるって書いてあったからな、なんかで見たら。結構だね、それは。結構だよね。今回のこの階段で出てきたゲームは1対1、進行役と参加者1人ずつのゲームなんだけど、まああまりに死にすぎるんで、これキャラクターをね、事前にもう何人か用意してから始めましょうみたいなことも言われてるんだって、このゲーム。なるほどね。そんなわけで、心霊は以上となります。はい。9月5日、ごま団子武者修行怪談朗読会というライブイベントをやらせていただきます。はい。これはね、ごま団子が自分で選んだ珠玉の怪談をね、一生懸命朗読するっていうライブで。そうです。まあ本当に少人数で、まあ5人前後の間ぐらいでやるぐらいのね。まあなんつうの。ごま団子の成長過程をみんなで見ていきませんかっていう。そうそうそう。まあ僕はシャイなんでね、人前で読むっていうものに慣れていきたいという。で一応抽選制なので、先着とかじゃないので、全然まだ応募、8月29日まで、受け付けております。概要欄の URL からね、買えますので。なんで、まあ参加もしどうしようかなって悩んでる人もそんなバーンってでっかい会場じゃないから、まあ来やすいんじゃないかなとは。全然静かにね、聞けると思います。思いますね。はい。メンバーシップやっております。登録していただくと本編には入りきらなかった2人のトークがいっぱい詰まった動画がアップされています。いろんな話もしてますので、よければ聞いてみてください。そして視聴者様に怪談を聞く会もやっております。8月は鹿児島、9月は東京でやらせていただきます。まあ来たいなっていう人は早めに応募してください。ではまた次の心霊でお会いいたしましょう。ごま団子と翔太でした。おやすみなさい。